カピラボ。皆さんどうもこんにちは。オープンフレーム童貞のカピさんです。今回はアンテックさんから提供のお話をいただいたので、PC を組み立てていきたいと思います。実はお話をいただいた時の構成とは全く違うんですが、どうしてもこのケースで組み立てたくてわがままを言いました。最初にご提案いただいたのはフラックスシリーズ、静音性と拡張性がとても高いケース、そしてリニューアルして新発売となったネオエコシリーズの電源。メーカーさんとしては新しいものを紹介したいのは当然ですよね。しかし、私は以前からアンテックさんのケースで気になっているケースがありました。そうです。ストライカーです。やだやだやだ。ストライカーじゃなきゃやだ。ついでに電源はシグネチャーがいい。とダダをこねまくりました。その結果、アンテックさんが折れた。そしてついでにメモリとファンも送ってくれることになりました。ということで強奪したこちらで組み立てをやっていきたいと思います。いやー、めちゃくちゃ楽しみ。アンテックさん曰く、ストライカーは組み立て難易度が結構高いらしいんですがまあなんとかなるでしょう。まずはパーツ紹介からですね。それではやっていきましょう。ということでまずはケースから、むしろケース以外はおまけみたいなものです。今回はこのケースが主役ですね。ケース名はアンテックのストライカー。ミニ ITX サイズのマザーボード対応のケースとなります。そして、本格水冷運用も可能な作りとなっています。今回は簡易水冷で組み立てる予定ですけどね。まず、箱を開けてみるとものすごいしっかりとした梱包。さすが高級ケース。めちゃくちゃ好印象です。てか、段ボール開けるのに手間取った。それでは中身を見てみましょう。オープン。想像していたより小さいです。梱包がしっかりしていて、余白があるから余計そう感じるのかもしれない。ビニールに覆われた状態ですが、なかなか質感は良さそう。もう、この時点でかっこいいんですよね。以前見て一目惚れしていたんですがやっぱりかっこいい。当時は予算の関係で買えなかったけど、こんな形で回ってくるとは感謝ですね。ワクワクが止まらない。それでは箱から出して確認していきましょう。箱から出してみるとこんな感じ。とりあえず袋が邪魔ですね。いや、かっこよ。私、基本的に白いものって買わないんですがこれは白だけどめちゃくちゃかっこいい。白い部分はマットな感じで質感もいいです。シュラウドの部分のメーカー名もさりげない感じですね。これ黒バージョンもあったらすげーかっこいいだろうな。触り心地としてはちょっとザラザラした感じ。金属といった質感ですね。そしてフロントインターフェースはこんな感じ。ITX ケースとしては充実している方だけど、組み立てをしてみて分かったけどもう少し USB が欲しかった。そして正面のガラスにはアンテックのロゴが入ってました。このぐらいだったら悪目立ちしなくていいよね。前面部分のガラスは結構特殊な形状をしていて面白いです。このケースは前面部分にグラフィックボードを搭載するようになっていて、ライザーがこの部分についています。グラフィックボードは倒立するような形で取り付けするようです。面白い構造してるな。そして反対側はこんな感じ。こちら側は主に簡易水冷のラジエーターを取り付けたりファンを取り付けたりができるようになっています。ここにもメーカー名が入ってますね。シルバーでワンポイントアクセントになっていていい感じ。そしてケースの名前もシュラウドに入っています。背面の見た目はこんな感じ。ここには合計 240mm までの簡易水冷やファンが搭載できるようになっています。ベンチマーク台を複数重ねたような構造が面白いですね。全体的にはこんな感じかな。ちなみに付属品はすべてこの箱に入っていました。ケースの底部分に留められていますね。これを取り出すには、シュラウドを取り外さなければいけないんですが、これはツールレスで取り外せるようになっています。上に引っ張るだけで外れるんですよね。基本ツールレスで外せるのがめちゃくちゃ便利。こんな感じに取り外しできます。そして付属品の中身はこんな感じ。意外と入っているものは少ないです。まずは、六角レンチ。ガラス部分を取り外したりするのに使います。次に、ネジやスペーサー類。これらが2袋入っています。あとは説明書などの紙が3枚ですね。説明書は日本語表記がなく、簡単な組み立て図があるのみです。とりあえずケースの全体の見た目としてはこんな感じかな。詳細を知りたい方は概要欄にリンクを貼っておくので見てみてください。それでは次のパーツを見ていきましょう。今回使用する CPU はこちら。インテル Core i9-10850系となります。第10世代の上位 CPU ですね。
ドスパラの店舗で約3万円で販売されていたので衝動買いしたものとなります。コア数は10コア20スレッド。最上位の10900Kより若干クロックは低いですが、性能も良く価格的にも結構良かった CPU です。1世代型落ちとなって安く売ってることも多いので、中古とかで良品が安く手に入ればお得かもしれない。今回はこちらを使っていきます。次に使用するマザーボードはこちら。MSI の MPG-B560i、ゲーミングエッジ Wi-Fi となります。B550 でも良かったんだけど、価格が大して変わらないので新しいこちらをチョイス。こちらであれば、第11世代の i5 以上の CPU を使った場合は PCIe Gen 4での動作もできますしね。500シリーズマザーボードの M.2 スロットでは、第10世代の CPU を搭載した時にフロントの M.2 が利用できなくなるマザーボードもあるんですよね。このマザーはスイッチングチップを搭載していて、第10世代 CPU を使う場合もフロントの M.2 スロットは Gen 3動作するとのことだったのでこちらにしました。電源フェーズは ITX だけど合計9フェーズを搭載。CPU の OC はできないので i9 でもこれで十分でしょう。IO ポートに関しては、USB 2.0 は4ポートあるんだけど、USB 3.2 が少ないのが残念ですね。ここは他のメーカーの方が充実してるね。とりあえず本体はこんな感じ。付属品は説明書、SATA ケーブル2本、Wi-Fi アンテナ、LED のケーブル、掃除用ブラシ、物理の方のドライバー、M.2 のネジ類、ドラゴンステッカー、説明書や紙類、ドライバー CD が入っていました。できれば USB タイプが良かった。これで全部ですね。それでは次に行きましょう。お次はメモリですね。こちらハーンテックの刀というメモリですね。その名の通り、日本刀の刀身をイメージしたデザインとなっています。結構変わったコンセプトだな。ちょっとダサくないって思っていたんだけど、RGB 部分が想像以上にかっこよかった。刀身をイメージしているからか、クロームというかスモークがかっていていい感じ。光っていない状態でも、見る角度によって光を反射して刀のように光が走る感じ。これは結構いいね。そしてヒートシンク部分もマットになっていて質感はすごく良い。クナイって名前でも良さそうだよね。ちなみにこちらは、動作クロックが 3200MHz。8GB が2枚の合計 16GB となります。レイテンシは CL16、18、18、38となっています。実売価格は13000円前後とのことです。RGB は主要メーカーのものにはしっかりと対応してますね。マザー制御でのライティングも問題なさそうです。それでは次を見ていきましょう。お次はこちら、ストレージですね。ストレージにはキングストンの KC2500 を使用していきます。容量は 1TB。読み込み速度の最大は 3500MB 毎秒。書き込みの最大は 2900MB 毎秒となっています。これについては動画を出しているからよかったら見てみてください。それでは次に移りましょう。お次はこちらですね。はい、グラフィックボードとなります。こちらは MSI の RTX 3070になります。名前はベンタスですね。今回のストライカーのケースが、吸気も考えると 2.5 スロット厚みくらいが限界じゃないかなということでこちらをチョイスしました。各社3070シリーズは厚みが多いグラボが多いので、こういう小型のグラボは制約があるケースにも搭載できていいですね。映像出力端子は、PP が3ポートと HDMI が1ポートとなります。性能的には最新の RTX 3070なので、間違いなく強PC になるでしょう。ここまでは順調だったんですよ。ここまでは。では次を見ていきましょう。そして今回のやってしまったポイントがこちら。NZXT の簡易水冷を用意したんですが、サイズを間違った。240mm を準備しなきゃいけないのに、誤って 280mm を準備してしまった。240mm じゃないとこの部分につかないのにね。いや、本当にやってしまった。ということで、強引にリテールクーラーでやっていきます。持っててよかったリテールクーラー。リテールクーラー最高。本当は最近パーツ買いすぎて予算がない。これは近いうちに簡易水冷か空冷でいいの買おうと思う。お次は電源ですね。今回はアンテックのシグネチャーの 1000W を使用します。箱からしても高級感がある。認証は80プラスプラチナ認証ですね。最近の電力バカ食いの CPU やグラフィックボードでも問題なく使用できる高級電源ですね。
保証は10年間の代理店保証がついています。ここら辺は自信の表れでしょうね。しかし、保証シールはフィルムの外側に貼ってあるのでフィルムを剥がした際には捨てないように気をつけましょう。箱なんかに貼って取っておくといいですね。箱の中身はこんな感じ。付属品が色々と入っております。まずは説明書と保証書。あとはタイラックとメーカー名が入った結束用のバンド、電源固定用のネジが入っていました。電源コードは 125V、15A のものが付属しています。この電源はフルプラグインの電源なので、こちらには大量のケーブルが入っていますね。フルプラグインだと使うものだけ挿せばいいから、電源周りがごちゃごちゃしなくていいですよね。ちなみにケーブルのコネクタ数はこんな感じとなっています。CPU 用の電源が2つと、グラボ用の補助電源に使えるケーブルが多めにあるのでハイエンドを組むときにはいいですね。ちなみに本体はこんな感じ。135mm のファンを搭載し、温度が低い時にはファンが動作しない 0rpm モードを搭載しています。見た目もなかなかな高級感があります。デザインにも凝ってますね。電源なんで結局は見えなくなることが多いですが、こういうこだわりは好きです。コンデンサーは 100% 日本製のコンデンサを使用しているとのこと。日本製が信頼の証というのは少し誇らしいですね。そしてなんといってもこの電源がいいなと思ったところは、PCIe の補助電源のコネクターの多さ。今回の構成では問題ないんですが、いざグレードアップするとなった時に補助電源の数が足りない。なんてことは割とありますよね。上の電源はサーマルテイクの 850W 電源なんですが、ハイエンド CPU とハイエンド GPU の組み合わせでは補助電源が足りません。対してこちらはかなりの数のコネクターが準備されているので足りなくなるということはそうそうなさそう。これはいいですね。その代わり電源の長さは 150mm となっています。ここら辺は組むケースによって注意が必要ですね。それでは電源はこのくらいで次に行きましょう。最後のパーツはこちら。こちらはアンテックの 120mm のファンのセットですね。名前はプリズム 120ARGB。120mm ファンが5枚と、コントローラーが1つのセットですね。入っているのは説明書が1枚と、その他パーツ類。コントロールボックスもしっかりと入っているので、ファンを連動させて光らすことも可能です。コントロールボックスは最大5枚まで連動することが可能。回転速度と RGB をマザーにつなげて制御することができます。そしてファン本体はこんな感じ。ファン自体は極めてシンプルで、デザイン的には 120mm のファンの周りが光るようなデザインですね。ネジもしっかりと付属していました。RGB は表面だけではなく、裏面にも搭載されていて両面光るようになっています。こちらも各メーカーの ARGB 制御に対応しており、光を同期させることが可能なので色々ライティングが変更できます。120mm ファンが5枚と、ファンコントローラーが付いて実売価格は約1万円。5枚セットとコントローラー付属となると、有名メーカー品としては平均価若干安いんじゃないかなといった感じ。これは簡易水冷にも取り付ける予定だったけど、今回はケースファンとして使用していきます。配線がデイジーチェーンだったらさらに良かった。パーツ紹介もこれで終了ですね。ということで長くなってしまったので、組み立ては次回やっていきたいと思います。想像以上にかっこいいケースだったけど、結構配線の難易度が高かった。そこら辺は次回見ていきましょう。それでは今回はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまたバイバイ。まさか簡易水冷のサイズ間違えるとはな。やっちまったよ。アンテックさんすまん。